RTX NTC を試してみた2。こんばんは、もちの京子です。今回は RTX NTC を使用することで実際に VRAM が節約できたので、その様子を見ていきます。RTX NTC とはテクスチャデータを従来の方式より最大 85% 程度削減できるとする NVIDIA の新しい方式です。ではまずはデモをご覧ください。こちらはスポンザという実在する宮殿をモデルにした 3D グラフィックス関連でよく使われるらしいシーンです。まずは従来のデータ形式を使用してレンダリングを行っています。テクスチャはオリジナルの 4K のものを使用しています。テクスチャデータのサイズが約 1.5GB で、システムから見た VRAM 使用量は約 3GB のようです。後で高精細テクスチャと見比べる可能性があるため、細部もチェックしています。フレームレートは300から 420fps といったところでしょうか。描画内容でかなりブレるようです。この辺りのレリーフもチェックしておきます。少し早送りします。次にこちらはテクスチャを NTC 形式に変換してレンダリングしているものです。先ほどと同じシーンですが、テクスチャデータは 270MB 程度と先ほどの6分の1ほどになっており、 VRAM 使用量も 1.8GB 程度とちょうどテクスチャデータ削減分の 1.2GB ほど削減されています。フレームレートは250から 350fps 程度でしょうか。ざっと 50fps 程度低下しているかもしれません。早送りします。そしてこちらはテクスチャを 8K にアップスケールしたものです。これが実際のテクスチャを縮小表示したものですが、各辺の長さが2倍なので面積つまりデータ量は4倍になっています。単純に引き伸ばしたのではなく、アップスケールというソフトでアップスケールしたので、実際にレンダリングすると先ほどよりも細かく描写されているはずというものです。もちろんその分記憶域も消費しているので、テクスチャのサイズが 6GB 強程度になっていて、それに伴い VRAM 使用量は 7.5GB 程度となっています。 RTX4060 の VRAM は 8GB でなんとかギリギリ動いているという感じです。実際にこの状態でさらに VRAM を消費するソフトを立ち上げてしまうと、一部のデータがシステムメモリ RAM に移動されてしまい、フレームレートは大きく落ち込みます。現状では VRAM になんとか収まっているのでフレームレートの低下はなく、先ほどと同じ300から 420fps 程度のようです。早送りします。そしてこちらが 8K テクスチャを RTX NTC 形式に変換したものになります。画質は一つ前の従来形式のものと変わらないか、もしくは少し良くなっているはずなのですが、テクスチャのデータサイズは 1GB 強とやはり6分の1程度になっており、それに伴って VRAM 使用量も 2.6GB 程度と大きく抑えられています。ただしその代償と言うべきか、フレームレートは260から 350fps 程度と従来形式と比べて少し下がっています。早送りします。
今回の結果をまとめるとこのような感じでした。グラフにするといかに NTC が VRAM を節約できるかがよりはっきりとわかります。ただしそのトレードオフとして今回の例ではフレームレートが十数%低下したようです。これが実際のゲームなどではどうなるのか、今後改善されていくのかなどは気になるところです。ちなみに前回の動画では NTC に変換してテクスチャは小さくなったのに VRAM 使用量は削減できていなかったのですが、これはロード時にテクスチャを従来形式に変換して使用するという動作になっていたためでした。その動作のメリットとしてはテクスチャサイズが小さいのでデータのダウンロード、つまりゲームのインストール時間は大幅に削減でき、実行時には従来形式で使用するためフレームレートは低下しないということになりそうです。そのような使い方でも恩恵はかなりありそうです。この技術がどのように浸透していくかで開発者側にインパクトがあるのはもちろんのこと、我々一般ユーザー側も先を見据えて GPU 購入選択をしていく必要があるかもしれません。なお、今回の内容を実際に試したいという場合には前回の動画で環境構築なども行っていますので、そちらの方も概要欄のリンクなどからご確認いただければと思います。この技術に関する感想や可能性への期待、トレードオフの重さなど、その他どんなことでもお気軽にコメントいただけると大変嬉しいです。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。